おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、こちらですね、知床5個描いた作品となっております。世界自然遺産。こちらを描いた作品となっております。かなり細かく描いております。水に映っているところもそうですけど、空気延気法なんかがうまくいってるので、その場面なんていうのをぜひぜひ必見でございます。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。久しぶりの本格版ですよね。知床5個ということで、まずですね、これは、形に関しては転写しておきました。転写。写真をですね、これは10号のサイズなんですけど、A3 の写真紙をこう10号に、コピーで拡大コピーするんですよ。100何倍やったかな、40倍やったかな。はい、もうこのサイズ A3 に対してでね、でそれで、カーボン紙は自家製のカーボン紙を作ってます。カーボン紙というカーボンじゃないからなんちゅうのかな、ライトレッド紙かな、ライトレッドという顔料をトレーシングペーパーにすり込むんですね。でそれでカーボン紙っていうのはカーボンやからね、を作って、コピーがあってカーボン紙的なあってで転写して。で下地はこれ白亜という下地を使ってます。白亜、私はもうずっとこの白亜という、炭酸カルシウムを主成分とした、もう今日動画初めて見るという方向けになるべく丁寧に、でもめちゃくちゃ専門的すぎると思うんですけど、白亜紀の地層にジュラ紀とかあるでしょ。なんとか木みたいなね。で白亜紀の地層っていうのは炭酸カルシウムというのが非常にあれで、白いですね、貝殻とかで貝殻とかの白いそれですね、見入れが終わりました。でこれはコバルトブルーですね。で、ローアンバー炭酸カルシウムを主成分とした、ものとニカを混ぜた下地を自分で作っているんですね。キャンバスより前にあった技法です。しっかりまずこれを練り合わせます。でその白亜というのは吸収時吸い込みがすごい強いんですよ。ピシューッと。でその吸収を止めるために今やろうとしているのがインプリマトゥーラ、インプリミトゥーラとかって本には書いてあったりします。こういったでテレピンでテレピンがだいたい絵の具に対して3倍容量ぐらいかな、3から4倍容量ぐらい入れて、で完成油が絵の具に対して1容量ぐらい、だいたいそんな感じで、コバルトバイオレットとローアンバーとかバーントシェンナとかそういう感じでやっていきます。でポピーオイルよう混ぜます。よく混ぜてくださいね。で混ぜた後ハケで一層塗っていくのをインプリマトゥーラ、インプリミトゥーラとかっていうふうに言うんですけど、古典技法っていうふうにも言われたりするんですけど、昔からある伝統的な方法だと僕は思っています。昔からある伝統的。この白亜の利点というのはもうとにかくツルツルなんで、細かい描写をしたいなっていう時に適している方法です。ちょっと作るのが動画も上げてますけど、非常に難しいので、代用としては、各社で例えば、ホルベインさんやったらアブソル版とか出してたりとか、いろいろ出してるんですよ。そういう下地剤、油絵の下地剤、アクリル絵の具のジェッソとか言っていったものでもある程度代用できるかなと。そういう風なものでもいいかなというふうには思いますけど、私はもう一番安価な安いんですこれね、方法でもう25年ぐらいこれでやっておりますので、私の絵はでどんどん絵の具が吸い込んでいくっていうね、もうこれ描きながらもマットになってっていうの分かりますよね。めちゃくちゃ早いんですよ、だから吸い込みがね。だから扱うの難しいですよね、皆さんにとってはね。でこれ完全に1週間乾かした後にもう一層今度はちょっとコバルト、ブルーが多めにしました。これは絵の状況によって変えてます。例えばこれはちょっと全体的に青が強いような絵やったりするから茶系よりも、茶色っていうのがどっちかというと赤系に近いかなとよりもどちらかというと青系を強めに1層塗ってもう1層塗っていく、2層塗ります。でそれを叩き筆というので叩いていきます。ここは、ハケムラをなくしていきたいというところなので、ハケムラをなくすためにてててててて叩いていくと難しいでしょ。もうね書けるようになるわけないかっていう話ですけども、何かのね皆さんのヒントになればいいと思ってこういうのを作っておりますので、あとはなんか作品を本物見たりした時に、こうやって書いてたなとかっていうのとか、思ってるよりちっちゃいわとかね、思ってるより細かいわって大体言われますね。思ってるより色鮮やかやわとかね、結構言われますよ。これ叩き筆というのででっかい
れとかなるとものすごい体力使います。絵描くの意外と体力使うんですね。これね、皆さんね、4号ぐらいの作品ずっと描いてる人でそんな体力使うんで、これぐらいで描けるからね、僕からすればね。ダーンとかやってください。それで完全に乾いてからです。いきなり今行きましたけど、完全に乾燥させた後に、一回乾燥させた後に、完成油と呼ばれるポピーオイル僕は使ってますけども、あとはリンシードっていうのがあるんですけど、私はポピーオイルやと黄変、黄色く変化しないので、黄変しないので、ポピーオイルを使っておりますけども、でもリンシードのが乾きを2日ぐらいで乾くっていうのでちょっと早かったりしますもんね。でまず空の部分全面に完成油で濡らしています。ちょっとそのプロセス今回映せてなかったですけど、また途中段階でそれをお見せすることできるかなというふうに思いますので、少々お待ちくださいという感じで叩き筆でポン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 と叩いていきます。久しぶりに本格版を上げるんちゃう？いつ以来かね、結構ね。で、雪をしっかりと若干最近はですね、作画動画作り若干飽きていたので油絵をしっかりいくつか撮っていました。で、これがやっぱ古典に出す絵なんですね。古典に出す絵とやっぱ作画動画を皆さんにお見せする動画とちょっとなんていうの描き方をお見せする動画って古典でお見せしてないんですよね。でこういうのはもう完全に古典とかでしっかり出す絵なので、ぜひぜひ本物の機会があれば、古典などに来ていただいて見ていただけたらなと思うんですけど、今雪のところ残雪の部分だけ生の白これ結構絵の具ガッとあそこ塗ってるし、本物見てみやとなかなかわからないですけどガッと厚く塗ってたりとかします。厚めにね、そしてうっすらと土の部分が見えてたりとか、なかなかこの知床五湖でこんだけ晴れることはないそうですよ。で、分からんけどガイドさんが言ってましたけど、1週間のうち2日晴れたらええとこちゃうかみたいな感じで言われたんで、山のこの稜線が綺麗に見えてるっていう、もう私はもうね、もう日頃の前行った時も冬行ってるんですけど、その時もものすごい晴れました。日頃もありがとうございます。いいわけないんですけど、ということで、ちょっと土の部分とかが見えてきております。描いていっております。で絵の具もやっぱり絵の具の物質感みたいなのもちょこっとつけながらですね、なかなかそこまではね動画でお見せするのこれだけ頑張ってキャメラを近づけて撮っててもなかなかお伝えできないところが残念なんですけども、このように一層目の輪郭なんかも空とねほんと境目とかちょっとだけやってぼかしてあげるとか、そんなん見えへんでしょっていう感じで、少し筆致とかを残しながら描いていっております。少しね残しながら描いていっております。この白亜地というね下地みたいなのはだいたいですね15世紀ぐらいに、北方ルネッサンスと呼ばれるところで、発展していた。もうちょっと前からあるのかな、14世紀ぐらいかなっていう方法なんですね。でその地層、要は白亜紀の地層から白い顔料がよく取れたと。でそれを使って、描いていったから白亜地というふうに言うんですけども、イタリアやったら、ボローニャ石膏っていう硫酸カルシウム、炭酸カルシウムじゃなくて硫酸カルシウムというのが取られる地域があったんですよ。でだからイタリアの方は石膏地っていうのがその頃はだんだん広がってきました。でその後ですね、ベネチアと呼ばれるところでベネチアルネッサンスっていうのがあったりするんですけど、ベネチアと呼ばれるところで、もっとでかい家、要はそのね漁港で貿易で栄える、要は貿易で栄えるっていうことでやっぱ国って栄えるんですよね。ベネチアというところで、めちゃくちゃ金持ちとかが現れて、うちにめっちゃでかい絵描いてくれ、めっちゃでかい絵描いてくれっていうことになって、この白亜地とか石膏地と呼ばれるのは板画なんですよ。板に描いてる。で板を製木する、今やったらでかい木とかつなぎ合わす技術とかあるんですけど、当時はなくて、で、製木する技術みたいなのがやっぱ必要で、でもでっかい絵になるとそのでっかい木とか用意できないじゃないですか。でそのでっかい木用意できないということで、じゃあなんか他の代用品あれへんかなっていうことでベネチアということで、もう皆さんね想像すればわかると思うんですが、パイレーツ・オブ・カリビアンの初めて動画見る人のために今日お話頑張ってしてますのでね、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな世界観、船の砲ってあるでしょ、砲ね、
ババババと法のとこで使われてたりとかした麻布って呼ばれるものになんとか下地、ここなんかかなり絵の具を厚くのせていってます。木の肌ですね。これなんていう木なんかな、やっぱりこれ北海道独特のなんかね話がどんどん飛びますよね。どんどんね。で船の方とかになんとか塗料を塗ってっていうことで、その塗んでげんかなっていうので、今言ってた炭酸カルシウムみたいなものを白味と呼ばれるものにちょっと油とかを混ぜて、ほんの少しこうなんか伸縮性っていうかこうねっていうようなこう感じのものを開発したのが、油を入れるってなかなか難しいんですけど、簡単に言ってしまうと、卵ってあるじゃないですか。で卵って油と白身と黄身みたいな、油と水分みたいなので、それが混ざり合うようなエマルジョンという状態なんですけど、そういう状態で例えば卵とか入れたらね、マヨネーズとかもそうですね、あれエマルジョンという状態なんですけども、本当は油って水と分離してしまうけど、ちょっと卵的なものとかペッとこうちょっと混ざるということがあるんですよ。でそれがエマルジョン地と呼ばれる今のキャンバスと呼ばれるものの原型になっています。私がやってるのはそのキャンバスより前の技法、古典技法で言うとあれなんですけど、昔からある方法です。なんか古典技法で言うとなんか古いて、いいところはいいとしてね、残していけば、これ毛先絵の具ビッとしてるのにベッ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 と絵の具つけて叩いていっておりますね。こういうのもね、いろんなこう筆の使い方とかもこういうのも、これはもう昔本当になんか子供の頃見た、ボブの絵画教室っていうボブ・ロス先生も YouTube にも多分まだ残ってると思うんですけど、多分影響も多少残ってるかもしれませんね。こんな人描けんやと。若い頃そういうの嫌で全部点描で描いてたんですけどね、多少やっぱこういう偶然的なものも入れてった方がやっぱええんやなっていうので、最近はこう偶然的なものも、入れるようになりました。この筆先なんかもね、もうこれはもうこういう時は結構完成油をしっかりこう溶いて、完成油とテレピンでしっかり絵の具溶いて長い線を引いていったりしますね。基本的には僕溶き油ってそんな使ってないんですよ。どういうことって思われるかもしれないですけど、濡らした状態、これ濡れてるんですよ、このグレートーンのね周りのところ、濡れた状態で絵の具をそのままのせて、その絵の具の中でこうっていう風にしていってます。でただちょっと違うのは白ですね。白に関しては、鉛白と呼ばれるシルバーホワイトというのとチタニウムホワイト、これを混ぜ合わせて、あとはスタンドオイルというので練り合わせて、描いていってます。ちょっと粘調性がある、ねちょーっとした水飴状のちょっと難しいですね。だからただ買った絵の具っていうだけではなくて、ちょっとこう細工したりすることによって、こういうところにちょっとつけて、それをこうねちょって動かすと難しいね。でこういうのはね、こうで油絵の具っていうのは、僕はもう構造というのを作っていった方が大人っぽく見えるよっていうのをずっと伝えてますね。この辺なんかもね、ちょっとずつこう周りとかも描き出していってね、この青に関してはこうオリエンタルブルーみたいな色やったかな、なんちゅう色かな、フタロブルーみたいなかなやと思うんですけどね、何ブルーやったかなちょっとすみません、持ってきてみましょうね。シアニンブルーです。すみません、おじさん一時消えました。シアニンブルーとかシアニングリーンとかをちょこっとだけ入れすぎるとものすごく青くブワーッと染まったりするので、ちょこっと入れるだけでこういう鮮やかな色とかになったりします。コバルト、ブルーとかいろんな色は青とかあるんですけど、皆さん持ってる絵の具のチントとかヒューって書いてあるコバルトブルーチントとかコバルトブルーヒューっていう絵の具があったら、側面見てみてください。そうすると多分ね、フタロシアニンプラスチタニウムホワイトって書いてあると思います。要はこの辺の色を染料系の色を少しこう染料系っていうんですけど、シアニンブルーとかそういうのを持っておくと、なんか他でちょっと混色してこう他の色を作れるんですよ。でコバルトブルーっていうもののヒューとか何々のようなとか何々のチントって何々のようなっていう意味合いなんですね。で、この辺の色とかをちょっと持ってて、ほんの少し作るとこう鮮やかな色ペッと。で昔のこれ叩き筆っていうので少し鳴らして、これなんかをこう下の絵の具が乾いてないからできるんですよ、これ。ギューッと。で昔にはなかったんですね。これ例えば産業革命以降にできてきた絵の具っていうの結構あって、で産業革命以降にできてきた絵の具というので、やっぱりこう今もほとんどこう求められるような世の中にあるような色彩みたいなのを作ることができるようになった。
でも産業革命以前っていうのは1840年代ぐらいだと思うんですけど、今から約200年ぐらい前産業革命っていうのが起きますよね。汽車勃発みたいな蒸気機関みたいなのとかできたり、大きい機械とかでできて、それによってできてきたものがチューブとかね、絵の具を機械で練れるようになったから型練りができたとかっていうこととかね、何度かお話してるんで、私の熱心な視聴者の人はもうこんな話何十回と聞かされて、もううざいと思ってはると思うんですけど、お付き合いください。これまだ1層目ですよ。そういう産業革命以降にできてきた色というのがすごく多くて、20世紀に入ったまたよりできてきたような色というのがすごく多いので、再現力というのが上がってきたんですよ。だから昔もしその産業革命以前、レオナルド・ダ・ヴィンチの時とかにそういう色とか絵の具とかがあったら、彼自身はもっと違う表現ができたでしょうし、やったでしょうね、もちろんね。でこの辺なんか見てくださいね。筆に対してでこれはもう1層目ですよ。まだ1層目ね、これぐらいまで書いていってます。でこの辺なんかもなんで細い線こんな引けんのって言われるんですけど、やっぱ下が濡れてるからです。で柔らかめの筆で画面の表面を混ざらないようにしていってます。はい、難しいですよね。だから産業革命以前と以後の絵ってすごく違います。それ20世紀に入るとよりゴッホとかの厚塗りブリンブリンとか出てくるでしょ。もちろんその以前もレンブラントとか厚塗りとかねできてるんですけど、大体白が厚いです。で他の絵の具まで厚くできるようになってきたのはやっぱり産業革命以後の人だったりとか、それで完全に乾かしました。でこの段階ですね、完成で僕は濡らすという作業をしていってますけども、コバルトバイオレットというので、私はやります。これはまあ皆さん何の色、コバルトバイオレットめっちゃ高いのでね、こんな無駄遣いするんかって思われるかもしれないですけど、塗った色をティッシュで拭き取るというね、もうとにかく拭き取って弾くんですよ。1週間ぐらい経ってたり例えば6月にこれ書いたりするから、やっぱり若干画面の表面が湿気を帯びてるから、また水と油の問題でこれティッシュで拭き取って指でぐーっとすり込んでなんか弾いてるとこないかなって見てるんです、実は。全然動画にはできてないです。それでこれシアニンブルー、これはマゼンダ、スーパーマゼンダですね。ローアンバーに、バーントシェンナトランスオキサイドレッドとかで書いてあるかな、カドミウムレッド、これイタリアンピンク、これあんま使わなかったけど、イエローオーガライト、コバルトグリーンペール、コバルトブルー、ウルトラマリンブルーと、あと、ピーチブラックかな、一番左に入った。そしてカドミウムイエロー、オーロライエローとかも書いてます。そしてこんな感じでどうですか。これをスカンブルというふうに言います。わー、ややこしい。塗ったとこ消してはるわーって感じですか。あーって。ね。で、先ほど紫塗りましたけど、そこにちょっと青みがかったのを入れて、要は空気遠近法という遠近法の一つですね。で、手前の方の緑も空気遠近、そしてティッシュで、拭き取っていったりとかして、この辺なんかもティッシュで拭き取ってで指ですり込んでとかねこれが本格版です。はい、もう古典に出す絵とかはこんなんです。皆さんにお見せする多くの、作画動画というのは、古典とかには出していない作品が多いです。でこの辺はグレーズといって、ここでイタリアンピンク、なんか昔で言うとオーレオリンという色やったかな、それに近いような感じかな。オーレオリンとかも使うこともあるんですけども、最近は使ってないですけどね。なぜピンクっていうのか、なぜイタリアンなのかもう全然わからないですけどね。はい、謎の名前でございます。この辺も指ですり込んでまだ弾いとるかなっていうのを見てるんですね。この作業ってすごく意外と長いことやってます。時間で指で、そしてグレーズと呼ばれるちょっと今度は透明層をかけてみたりとかね、何をしてんねんっていうね。でこの辺もちょっとグラデーションが下の方に行くとかかるように青っぽい感じになっていく。これをやるとだいぶ空気遠近法的にできたの分かります？奥行きね。でもこれを2層3層とまた重ねていくわけですよ。もうね本当にまだね15分ぐらい後動画ありますからね長いでしょ。そしてもう一層これ空描きました。うわここのところ枝もう一回消して思って、で空の色もう一回描きました。もう全部塗り直しました。ほぼ同じような色ですけども、全体に薄く紫がかっていたりすると思うんで、またちょっとそういうのも多少塗り残りつつみたいな感じで、山の稜線のところとかも慎重に
気合い入れてできまっかやるての一発でってで後で叩き筆っていうのを叩いて、こういうところは筆跡をなくしますね。もう私の書き方真似されていいと思いますし、もう全然いいんですけど、やっぱり参考にねなんかされる部分があればもうパクっていただいて全然結構でございますよ。もうほんと今までもそうやってねパクりたかったらパクっていいよって言って楽な方法だけパクる人いるんですけどね、こういうところは楽ではないのでパクってもらっていいと思います。で叩き筆でこう叩いていってですね、毛先になんか絵の具がついていたぞと。やっぱこう昔の絵とか見ると本当になんかこういう空気遠近法とかをこう編み出したっていう時はもう徹底的に空気遠近法やってるんですよ。レオナルドのあれしかりですね。透視法、その前のに編み出されたのは透視法という方法なんですけど、ルネッサン初期ルネッサンスと呼ばれる時代にはもう透視法だらけの作品があるとかね。そして生の白でチュッ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 と置いていったりとかですね。やっぱりこう当時はどうやったら奥行きを出せるのかみたいなことがものすごくこうテーマやって、やっぱり写実的な絵画っていうものっていうのはやっぱりずっとやっぱりこう再現をしていくということはずっとこう付きまとってきた課題なんですね。でそれがこう色彩と呼ばれる部分に関してもすごくこうできるようにもなってきたし、今のこう時代ってもうね AI で生成 AI とかでこんなんできるわっていう風な話になるかもしれませんけど、やっぱり対極的にある手仕事っていうのは僕はなんか残るんちゃうかなっていう風に、対極であればあるほどね、例えばどういう点かな、すみません申し訳ないですけど、例えば、タクシードライバーさんとかは自動運転に切り替わっていくかもしれないけど F1 ドライバーはいなくならないと思うんですよ。わかりますすごいこうなんかねもう再現性が高いような、ラーメン店とかなんていうのかな、多くたくさんあるチェーン店っていうのはもしかして人がいなくなって自動湯切り機みたいなのができるかもしれないけど、もう行列のできる、ラーメン屋さんはやっぱり職人さんが水切りをやらんといかんとかね、豚骨の味もこうとかって分からんけどねなんか適当なこと言うとるんですけど、でやっぱりそういうこの辺はですね2層目を描いていってますけども、じゃあ絵画でできることは何かなって言った時には一つはこう物質感みたいなものとかっていうのとか、やっぱりこう多少の失敗みたいなものとかっていうのもご愛嬌としてなんかこうミスみたいなもの AI じゃないミスみたいなものとかっていうのもなんかもしかして絵の中に組み込まれても面白いかもしれないしっていう、なんか対極にあることに関しては多分なんかこう皆さんの中で例えばピッチングマシンで200キロ投げれるような機械が発明されても驚く人ってそんないないと思うんですよ。私が子供の頃だったら驚いてたんですよ。でも今は驚かないじゃないですか。でも大谷翔平さんが165キロ投げたらめっちゃ驚くわけですよ。わかりますこれねパレットちょっと見せておきますけど、ちょっと今ね混ぜてるとこなんか絵の具少しやっぱ厚くこの辺ちょっとでそのほんの少しの厚みみたいなっていうのはやっぱこうAI で今後できるようになったり 3D プリンターとかできるようになるかもしれないですけど、それを見て驚くは初め初見は驚くはずなんですよ。でも慣れてくるんです人間ってね。でその対極にいるもの自体がやっぱりこう驚かれ続けるんじゃないかというのが私の説で合っているかどうか知りませんけどね。タクシードライバーの例えば正解だけどラーメン屋の例えば絶対間違えてるよな。なんか例えがあるかなね。カップラーメンかってもう昔に比べたらめちゃくちゃ美味しくなったじゃないですか。それでもカップヌードルってこれ逆やな、逆なんか味変わってないけど美味しいですよね。焼きそば UFO ってね昔から味変わってないですけど、なんかあれはあれでまた美味しいと。何の話をしてるんや。常になんか対極にあるものっていうのは何か評価され続けるんじゃないかという説と、なんかね昔からある仕事っていうのは僕長引くんじゃないかなと、続くんじゃないかなという説を実は唱えているんですよ。絵描きという職業っていうのはこの、例えばルネサンスの時っていう職人さんやった、でもそれが子として作家さんという子として成り立っていったのがルネサンスの頃やったりするんですけども、かわいいよねそれね。やっぱ昔からその500年以上ある職業じゃないですか。でもタクシーの運転手さん、ごめんなさいタクシーの運転手さん、その前は例えば飛脚とか
なんか乗せて肩にカゴ乗せてこうやって人力車とかもそうだね、昔からあるんですけども、やっぱりこう便利なものにどんどん代用されていってるわけじゃないですか。でも飛脚さんっていうかもう一番の人力車、対極にある、そうだ正解な、対極にある人力車っていうのはやっぱりね、観光地とかでもまだいっぱいいはるでしょ。この間岡山行っても言いはりました。うちの兄貴が学生時代それバイトしてたって言ってたから、もうね、もちろん30年前以上もっともっともう昔からあるわけですもんね。対極にあるっていうのが私のなんとなく説です。たまに聞かれるんですけど、 AI についてどう思いますかとかって、すごいなと、便利なところはどんどん使っていきたいなと。こういう自動翻訳とかもね、もうちょっとねマシになってくると呼んでるんですけど、やっぱここはね、日本っていう国がいろんな意味で IT に関しては後進国になってしまったから、やっぱりないがしろにされてんやろうなと。はい、こういうところ、水辺のところを書いていっております。何の話をしてんねんって、私のYouTube はこうやって脱線どんどんして勝手に思ってることを言うていくという。だからね、なんかこうそういう感じで、先生という職業もなくならんやろうなとは思うんですけど、どんどんこう楽をできるようになっていけばいいですよね。特に日本の教育というね、特に公教育ですよね。私立とかいうよりはどっちかというと公教育がもっともっと先生方楽にというと変やけど、ね、教えることだけに専念するとかね、子どもたちの成長だけを見るとか専念するとか、どっかで当たり前のことやってたりですね、給食費を徴収するのを先生以外にやらしたって、すっごく当たり前のことをやったということでそうやな、誰でもできんもんねみたいなね。そんなんでね、親とトラブルを抱えたりして先生大変やなっていうやったら、もうそんなんね、これ縦にして画面をしてます、こうやってでーっと書いていってますよっていうところをお見せしていってます。私の YouTube は全然絵描きさん以外ので、絵描きっていう仕事はもうただ絵描いてりゃいいっていうだけじゃなくて、やっぱり社会との接点をなくしてしまうというか、それはね、こういうので縦にしました。それはいかんなということを思ってるんです、常にね。一番こう世の中で必要のない職業ランキング、もしかして絵描きって1位かもしれないし、クリエイティブって呼ばれる仕事ってあんまり目に見えないけども、職業ランキングで言うと、子供がなりたい職業ランキングではなんかイラストレーターとか結構上位に来るんですけど、必要ないといえばないっていうね、もうイラストレーターってもしかしたら生成 AI で一番代替される可能性高いけど、絵描きとか一点物っていう風になってくると、これはまた希少価値が先ほどの F1 レーサーじゃないですけども上がってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。だからね、これから生きていくということはね、でイラストレーターという仕事がいつ頃から出てきたかというと、やっぱりエコールドパリあたりとかでね、例えばロートレックがやったようなポスターとかっていうのとかはやっぱりこうイラストレーターとか、もうちょっと前のゴヤとかが描いているこう風刺画的なものとかっていうのもイラストレーターの仕事ですよね。100年200年ぐらいかなっていう感じですもんね。でも大元にある絵描きという職業は、なくならんのちゃうかなというふうに思ったりとかしてます。はい。何のこっちゃいってこの辺なんかも絵の具ちょんちょんちょんも最後の最後の方ですけど、本当にこれ分かります？グレーズした上にまた明るい色を少し絵の具を物質感つけて、こういうとこね、この本物見てもろたらね、本物見てなんか動画だけでこうね満足するんじゃなくて、本物見てもろたらあれ思ってるよりで思ってくれはる人もいるかもしれないしね、思ってるより大したことないわって思う人もいるかもしれないしね。よくこう批判的なコメント、最近ほぼなくなりましたけど、初めの頃結構あったんですよね。こんな写真みたいなとか、本物見たら全然皆さんあれ全然違うわって言うんですよね。でやっぱりこう動画とか写真とかが世の中溢れ返ってるわけじゃないですか。昔なかったわけですよね。はっきり言って雑誌とか買わんとそういうの見れんかったけど、今もう溢れ返ってるから当たり前なんだよ。でも本物一点物のこれそれ3層目を書いていくという作業をすみませんこういう適当な話もさせてください私の YouTube はそういうこれから絵描きを目指す人、ある程度仕事をされていて、これからリタイアして、作家さんをやっていきたいという人ね、溢れ返ってる情報の中でも本当に一握りやと思うんですよ。食うていけるのってどんなもんでもそうじゃないですか。じゃあその時に自分自身が何を特化してやっていくのかとかっていう時代に対するアンテナとかっていうのを張っとかんといかんでしょっていうので、こういう話をするんです。だから嫌われるんです。いや言うおっさんってね、大体ね。はい。
あ、これはなんか白チタニウムホワイトですね。で、あとシルバーホワイトも入れて、1回混ぜ合わせて、ここはですね、だから粘着性のあるスタンドオイルを混ぜます。一度言います。チタニウムホワイト1とシルバーホワイト1を実は入れてます。これまたもうちょっとシルバーホワイト多めにしようと思って。だからミノーさんのチタニウムホワイト、ちょっとこうなんか油が分離していて、油分が多かった。で、スタンドオイルを本当に 10% ぐらいかな、入れて混ぜる。だいぶ柔らかくなるので、本当は次の日がすごい使い心地いいです。それまでラップを引いてたりします。そしてこれはシアニングリーン。ようやく見せましたね。さっき見せときよってバーンとシェントランスオキサイドレッド、これバーンとシェンナトランスっていう名前で売ってる草壁さんやったら売ってますというのとかこれはシアニンブルーかな、イエローオーカーライトもめんどくさくなったんでしょうね。ピーチブラック見せるのね、コバルトブルー、コバルトグリーン、頭が映り出しました。カドミウムイエロー、カドミウムレッド、大体こんな色ですと。また同じデジャブですね。デジャブですね。でもね、さっきのところに巻き戻って見てみてください。ちょっと色違うんですよ。もうちょっと赤みがからせてるんです、これ。先ほどもちょっと戻ると青みがかってます、ちょっとね。そういうところの微妙な変化とかをつけて薄くこう絵の具をこう層かけていったりとかして、でまたこう拭き取っていって、でこれ全部が違うなとか納得いかんなと思ったらもう全部拭き取ってもう一回違う色をこうスカンブルとかもします。ティッシュで拭き取ったりとかして、こんな作業を繰り返しながら、あと細かい描写をネチネチとかしながらこの辺は緑新緑を大きめの筆でこう描いていく作業もあれば、細かい仕事でやっていく、その辺を何度も重ねていっているということでございます。こういったところはね、もう本物見てもらわんとなかなかこう伝わらんしね。本物を見て、いつか機会があればぜひぜひ本物を見ていただけたらなというふうに思います。この辺なんかほら、よりまた全面に紫系塗ってあるから、今度ちょっと黄色み、ほんの少し黄色入れた白みたいなのにしてるんですよ。反対色にしてるんですよ。でちょっと粘着性のある白とかでね、でそれで、またその後グレーズとかして、そこまではもう写してませんが、そんなことを繰り返してやっているということでございます。いやー、気持ち悪いですね、皆さんね。こんなもうほんとだから、本当にちょっとだけこう絵の具が厚くなっていたり、なんかはもう一層目で描いたあれよりももっと毛先を細くしたのでチュッ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 と描いていってとかですね、ネチ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 と細かい描写をしていきながら、隙間描いたり緑で点打ったりとか、先ほどよりもっとぐっと解像度を高めて描いていったという作品でございます。世界自然遺産ですね。ぜひぜひ、僕はもう大おすすめです。でなんかこう理想的、もちろん知床に泊まられるのもいいと思うんですけど、網走界隈ぜひぜひメンバーのエミさんの宿なんかいいかもしれませんよ。ちょうど間ぐらいで網走にね、街の中で飲み屋とか、僕は飲み屋大好きなので、飲み屋とかいい飲み屋いっぱいあります。ちょっとこじゃれた飲み屋とか網走あるね。焼肉が美味しいかな。やっぱ魚介をね、海の幸ね。はい。ということで、ネチ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 こうハイライトとかを書いていくんです。こういう感じ。もうわけわからなくなってますよね。もうこんな感じで、カメラ自体がもう本当にね、もうこの辺が限界で、もう皆さんに細かい描写を見せて、全体像をぜひぜひ本物機会あれば見てください。今日もまた脱線申し訳ございませんでした。ちょっとね、なんか本当にこうなぜ絵を描くのかっていうことを少し考えないとねと思いながら、そんなお話をさせていただいたという次第でございます。この辺の水面描いていきました。ご視聴ありがとうございました。よかったら最後完成お見せしますので、完成までご覧いただいて、感想などよかったらいただけたらと思います。ぜひぜひ待っております。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録してない方、ぜひよろしくお願いいたします。では。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？書けそうですか？楽勝でしょね。皆さんこれぐらい書けるようにぼちぼちなってきたんじゃないかなという方も出てきているかどうか分かりませんが、これぐらいね、手前のと前後関係を出して、そして後ろの木々のこういった木々で成り立っているという意識を持って描いてみてください。皆さんも頑張ってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。以上です。